自分の運命に導かれて結果挑戦したことになってるっていうだけなので、自分でこう努力をしてるっていう感覚がないぐらいやっぱり没頭してたんです。常に自分を磨き続けることができるかできないかがセンスじゃないかなと。挑戦、中学校の時ですね、バスケットボールで部活をしてた時に、その恩師から卒業する時に一人一人必ず四字熟語をこういただくんですよ。でみんないろいろこうかっこいい四字熟語をもらえる中で、僕だけそのもらった言葉が危ない橋は一度は渡れっていう言葉だったんですよ。意味が分かんなくて、僕当時なんでこの言葉なのかなってこう思った時に、仕事し始めてなんとなく分かってきたというか、こういうことなのかなと思ったことがあって、安牌なこう道をずっと進むっていうよりも、失敗するかもしれない道を少し選んでみたらもうちょっと人生が変わるんじゃないのかなって、こういう風な言葉なのかなっていう、ここに来たっていうのもそこにつながるんですけれども、やっぱり東京でずっと働いてても別に良かったんですけど、30歳っていう一つの区切りで新しいことというか、失敗成功を問わずちょっとこうチャレンジするっていう部分に関しては、やっぱその言葉があったからかもしれないです。挑戦、あれ運命じゃないですか。僕は挑戦したつもり全くないんで、自分の運命に導かれて結果挑戦したことになってるっていうだけなので、ただこう目の前に現れたハードルみたいな、これも全部運命で訪れるものなので、その時にどっちを選ぶかだと思うんですけど、僕は割とハードな方、簡単にできるんだけどつまんないものを生むより、難しいんだけどよりいいものができる方を選んできたっていうことですかね。自分が挑戦したくてやったことではないです。センス、常に進化していくこと、当然うちに来られるお客様って結構リピーターさんも多くって、前のその、食べた時の感覚もありつつ、常にやっぱり時代とともに進化していく、なるべく、お客様に寄り添ったサービス、そういうことができればいいなと思ってますんで、それが、できるかできないか、常に自分を磨き続けることができるかできないかがセンスじゃないかなと。我慢じゃないですか。やっぱ忍耐力ってすごく大事で、僕は努力したというよりも諦めなかったっていうメンタルの問題だと思うんですよ。体を動かしてこう疲れたとかっていう努力よりも、精神的なメンタルの強さっていうのはすごく大事だと思っているので、それで努力している時って自分が努力してるって気づかない、やっぱ辛い、やっぱメンタルの方で辛いものだと思っていて、やっぱり一番大事なのはもうここダメなんじゃないかなっていう時にメンタルが壊れないで乗り越えることを努力っていうんだと思いますけど、結果的に言うんだと思いますけど。努力はしてたんでしょうけど、自分でこう努力をしてるっていう感覚がないぐらいやっぱり没頭してたんですよね、仕事に対して。5年間ぐらいはずっと一番下だったんですよ。それはなぜかっていうと、新入社員が入ってきても辞めるっていう現象がやっぱり料理の業界どこもそうだと思うんですけどもあるんですけど、ひたすらやっぱりこう働くことが当たり前になってたので、それがなんか周りからすると努力してるって思ったかもしれないですけども、僕自身は自分のためにやってることだったので、なんかそこまで努力したっていう感じよりも常にやっぱやってきたっていう感じが多いので、一生懸命努力しましたっていう感じは僕自身はさほど正直ないんですよね。僕もその30歳とか、まだもちろん料理業界でいうと全然若い方なんですけども、その中で料理長をやるってなった時に、いろんな多分批判だったりとか、そういう受け入れられない方ってもちろん絶対いると思うんですけど、ただそこを考えてもやっぱりしょうがないですし、その完璧を求めるっていうよりは、とにかく大勢の方に美味しいって言ってもらえるような料理を提供できると思ってます。